南フランスエクサン・プロバンスの町に今も残るこの一軒のアトリエは、画家の描く作品とその画家自身の現実生活との関わり合いを見定めるのに一つの手がかりを与えてくれなくもありません。画家ポール・セザンヌは1906年その67歳の生涯を終えるまでこのアトリエで描き続けながら死んだのです。私たちの時代から70年以上も遡る画家自身が過ごした日常空間がここにはありのまま保存されているのですが、今私たちの目に映る何の変哲もない日常的な事物の一切がある奇妙な重さで迫り来るのも、すでに私たちがセザンヌの作品に先入観を持ってしまっているからでしょうか。事物の孤独な陰り、いや画家自身の生涯があまりにも孤立してあったからこそ、事物が事物でしかないという孤独さに画家は出会ったというべきでしょうか。画家ポール・セザンヌの孤独、いやそれは孤独というまだしも救われうる言葉で表現しえないほどただならぬものであったことを確かめさせてくれるのは、このロンドン・コートウールド美術館が所蔵するキューピッドのある生物でしょうか。エクサン・プロバンスに今も残るアトリエの内部を描いたものですが、今画家はこの作品によって何を表現しようとしたのでしょうか。いやそうした問いかけはセザンヌには無意味なのかもしれません。それというのも、私たちの関心を引くものが全く欠落しているからこそ、この生物をセザンヌは描いたと言うべきかもしれないのです。幸いなことに私たちは画家自身が画家のためにのみ描くことを少しも疑わない時代に生きていると言えなくもありません。しかしセザンヌの生きた時代、それは恐ろしく異質なことであったはずです。私たちはセザンヌが画家として出発した19世紀フランス絵画の状況を想像してみても、そのことは容易に理解されるでしょう。例えば画家マネはその描く主題がスキャンダラスであるがために人々の憤激を買い、印象派の画家たちは自然の光を求めるあまりの極端な表現のありようが人々の嘲笑を浴びたとき、一人セザンヌの作品はただ無視されたのです。作品に対するこれ以上の過酷な反応はなかったと言うべきでしょうか。これは画家が35歳頃に描いた自画像です。セザンヌは1839年このエクサン・プロバンスの町に生まれ、その生涯の大半をここに過ごし、そして死んでいったのですが、当時この町の人々はセザンヌが画家という名に値するだけの画家であった事実を全く知らぬほど、それは無視された一生であったのです。
今私たちはこの画家のただならぬ孤独が何であったかを私たち自身の目で確かめるために、まずはじめにこのエクサン・プロバンスの町にそれを探し求めてみるのも良いかもしれません。この風景は画家が自らに課せられた孤独の深さを自覚した最初の風景であったと言うべきでしょうか。セザンヌは13歳の時、このエクサン・プロバンスの町のブルボン中学に入学。その屈折した青春時代を経験したのです。その時代の画家にとって最も記憶に残る出来事は一人の友人との出会いであったと言うべきでしょうか。それはこの町のダムを建設するために滞在していた土木技師の子供であった一人の少年との友情。この写真はその少年エミールが作家エミール・ゾラへと成長した時代の肖像です。それにしても極めて行動的な作家エミール・ゾラと人生を孤立して生きたセザンヌとの出会いは偶然であったとはいえ、その後の二人が歩む方向のあまりにもの違いは今私たちに19世紀ブルジョア市民たちが選ぶ際立った二つの典型、その自らの社会に適合して生きるか、それに背を向けるか、その意味ではセザンヌの孤独が現実には何であったのか、私たちにある具体的なイメージを与えてくれなくもありません。そうした画家の生活環境を確認させてくれるものは、このエクサン・プロバンスの町のミラボー通りに面して佇むこの建物。今壁の表面にかろうじて残されている文字は、かつてここに帽子製造および卸業を営んでいた店があったことを記録しているのです。セザンヌはこの帽子製造業者のブルジョア市民ルイ・オギュスト・セザンヌの長男として生まれ、恵まれた家庭の人間であったのです。しかしセザンヌはそうした自らの環境にどうしても馴染みきれない得体の知れない自分を感じていたというべきでしょうか。それを十分暗示するのは画家が父ルイ・オギュストを描いたこの肖像と言えなくもありません。この作品全体を圧倒するものは異常に力を加えられた形と線の歪み、重苦しく塗り重ねられた質感、選ばれた色の暗淡たる色調。このマグダラのマリア、あるいは苦悩と呼ばれる作品は画家が25歳頃に描かれたものですが、若き日の画家は初めは文学と出会い詩を書くような質の人間であったのです。セザンヌの初期の作品におしなべて漂う一種の気の重さは、人々の青年時代に見られがちな社会に対する得体の知れない不安、青年特有の分裂症的な体質の表れというべきでしょうか。画家の中学時代の今一人の友人、フグ者であったアシールを描いた肖像。
このアシール自身も画家になることを志望する青年であったのですが、今私たちは1世紀前、南フランスの一地方都市に紛れもなく存在した一つの青春を確かめたというべきでしょうか。いや、セザンヌの青春ほど青春という言葉と無縁なものもなかったというべきかもしれません。19世紀パリ、産業革命の恩恵によって有り余る自信を持ち得たブルジョア市民たち、おそらく貧しい地方出身の青年たちが野望を抱くにはこれほど魅惑的な都会もなかったのでしょう。しかしセザンヌの場合は異なっていたのです。初めてパリに来た時、画家はすでに22歳。そしてセザンヌはパリに来たことを告げる幼友達エミール・ゾラへの手紙に次のように書き記しているのです。私は引っ越しをしただけだ。しかも検体が私の後を追ってきた。今私たちはセザンヌが画家になることを望んだその時代のパリの絵画の状況がどのようであったかを最もよく物語ってくれるものは、この作品エドワール・マネが描くオランピアであったと言えなくもありません。このスキャンダラスな主題が人々の憤激を買ったにしても、それに見合って若い画家たちの熱烈な支持を得たのも事実です。それはクロード・モネをはじめピサロ、シスレ、ルノワールたち、やがて印象派絵画へ結束していくこれらの画家たちの中にセザンヌも加わっていた一人であったのです。セザンヌがマネのオランピアからモチーフを得て1873年画家34歳の時に描いた作品です。マネのオランピアを暗示するような女性の裸体を前にセザンヌ自身を思わせる男が眺めている光景。しかしここにはマネに対する愛が語られているというより、セザンヌのマネへの屈折した批評が感じられなくもありません。それを裏付けるかのように、セザンヌはある時マネと出会い、大勢の人々の視線を前に、あなたとは握手しません。なぜなら私は1週間も手を洗っていないのです、と語ったというのです。やがてセザンヌは1874年、モネたちによって自主的に開かれた展覧会、後の印象派展と呼ばれるに至るその発端に参加するのですが、ここでもセザンヌは印象派絵画の運動に対しある距離を置いていたのです。そしてセザンヌが私は印象派を美術館の作品のように堅固で持続的なものにしたいと語るとき、あの移ろいやすい光がもたらす一瞬の印象に身を委ねるにしては、セザンヌは疑い深い人間でありすぎたというべきでしょうか。当然のことながら、こうしたセザンヌの非妥協的な態度は、画家となるべく滞在したパリでの生活を不毛なままに終わらせてしまったのです。いや、青年特有の分裂症的な体質は、セザンヌの場合、年とともに消えるというより、よりあらわになって、画家の性格を異様なものにしていったのでしょう。こうしたセザンヌの現実への反応が、どのように徹底したものであったかを暗示してくれるのは、これらの当時のニュース写真でしょうか。1870年に起こった不仏戦争は、やがてフランスの敗北とともにパリ市民たちが放棄するパリコミューンへと進展していったのです。画家クールベやマネのようにパリ防衛のためにコミューンに参加する画家たち、
しかしセザンヌはこうした戦争革命に背を向け故郷プロバンス地方に去り徴兵から逃れるため身を隠すという人々を巻き込まずにはおかないいかなる現実からもはっきりと距離を置き続けようとする人間であったというべきでしょうか。私たちはセザンヌが描く風景からも画家と現実との関わり合いその閉ざされた関係を確かめてみるのも良いかもしれません。セザンヌが風景画と出会ったのはもちろん印象派絵画の影響であったのでしょう。しかしここでもセザンヌは印象派とは逆の立場に固執するのです。印象派画家たちを魅了したあの揺れ動くものはここでは一切拒絶されていると言えなくもないのです。刻々と移りゆく光流れ続ける水それらは今揺るぎない不動の形色彩に定着されてしまっていると言うべきでしょうか。確かに画家自身も次のように語っているのです。自然はいつも同じだ。だが自然の中で私たちの目に映ずるものからは何一つ残らない。私たちの芸術はそうした自然のさまざまな要素を自然のあらゆる移り変わりの姿を備えていながらその持続の旋律を描かなければならない。私が今訪れているのはパリの郊外セーヌ川の支流に沿って静かな円形を見せるオーベルシュル・オワーズの町です。セザンヌは印象派の画家たちと交流のあった30代のある時期をこの町で過ごしたのですがその頃の画家の生活を私たちは想像してみるのも良いかもしれません。父の援助によってようやく生活し得ていたセザンヌはパリで知り合った女性オルタンスとのことを父に告げる勇気もなくやがて2人の間に生まれた長男ポールを抱えての不本意な日常であったのでしょう。対人関係にあってはあれほど傲慢なセザンヌも生活能力のない自分自身に対し無神経でいられるほどの確かに分裂症的気質の持ち主であったと言えなくもありません。この写真はセザンヌと今一人は印象派の画家ピサロの肖像です。9歳年長であったピサロはセザンヌが生涯変わることなく交友を持ち得た唯一の画家いやピサロの方がセザンヌの得意な性格に耐えきれた稀な人間であったと言うべきでしょうか。そしてセザンヌがこのオーベルの町の自然の風景を描くため滞在したのもピサロの勧めがあったからですが今私たちはこの町にセザンヌが描いた風景と同一の現在もそのまま残されている場所に立ち会うことができるのです。この風景何の際立った特徴もないいや特徴といえばあまりにも日常的すぎることとも言えるこの風景にセザンヌはちょうど1世紀前何を見ようとしたのでしょうか。おそらく画家は見ようとしたのではなくまた印象派の画家のように何かを感じることを望んだのでもなくセザンヌの眼差しはただ自然とともにそこにあったと言うべきでしょうか。セザンヌがあのオーベルの風景を描いた首吊りの家と呼ばれる作品です。そしてこの風景に最もふさわしい画家自身の言葉を
私たちは次のように選ぶことができるのでしょう。彼らは絵を制作しようとしたのだが、私は自然の一塊を作ろうと試みたのだ。今やセザンヌは画家自身のその異様なただならぬ性格を抱いたまま、一層沈滞することを強いられた時代が訪れつつあったというべきでしょうか。このロンドンコートルード美術館が所蔵するカード遊びをする人々は、画家がパリで自らの作品が絶対に理解されないことを知ったとき、故郷エクサンプロバンスの町に身を退き、画家は画家自身のためにしか描き得ないことを痛烈に知らされた時代の作品と言うべきでしょうか。しかも画家の眼差しはここでもより確実な疑いようのないものに憧れるかのように、形そのもの、色彩そのものをそれぞれ一個ずつ確実に計量していくような厳しい知的作業を思わせなくもありません。事実セザンヌはこう語っているのです。目にならなければならない。だが私の言う目とは論理的な視覚、つまり不合理なものがみじんもない視覚を意味している。こうしたセザンヌの眼差しを私たちは知覚化された目とでも呼ぶべきでしょうか。それにしても研ぎ澄まされた知覚化された眼差しがいかなる人間的な心の動きをも拒絶しようとするとき、それは画家に課せられた孤独の深い陰りに十分見合っていることは言うまでもないでしょう。